はい、まず最初にね、今日いきなりもう紹介するんですけれど、田沼意次動くと思うんで、そうですね、戦闘シリーズ田村意次動いたことにより、長宗我部全体攻撃、ね、全体攻撃、全体攻撃。これはね、なんでこんなことが起こるかっていうと、この状態で見てもらったら、奮闘が入って、高めが入って、これ誰から入っとうかっていうのを見といてくださいね。奮闘がまず田沼意次から入って、高めが、これ長宗我部元親自分で入れます。で、古州。これが浮世絵ですね。で、腹痛。これも浮世絵。でから、不動。これ長宗我部。この参りが、田沼意次。これ3方向に行くことによって、通常攻撃ね。鉄壁。このね、参りが戦闘侵入時に田沼意次から長宗我部に入るんです。そのことによって、田村意次はここ書いてあるんやけど、銃撃を撃てるんです。銃撃を撃ったら、3方向に参り入っとうから、参りが入ってるから3方向に行くんで、銃撃撃ったら通常攻撃3回撃つんで、そうなると、この長宗我部が、味方が通常攻撃をしたとき、全体攻撃するんです。で、ちょっともう一回だけ見ましょうか。はい、そしたらね、行きますね。この2人だけでできますよ。田沼意次で、まず最初に、ターン開始時に、奮闘をかけて、で、参りを入れて、で、銃撃です。3方向行くんで、で、3方向行ったら3回全体攻撃を長宗我部ができる。こうですね。こういう感じで。これで1回、2回、3回。まあ3回目なかったですけど、こういう感じ。で、田沼意次っていうのはこういう性能です。はい。パリの冒険です。本日もこちら、戦国風部やっていこうと思います。本日はですね、昨日なんですけれど、この武器鍛冶の国友さんで、プラス4の専用武器を吹っ飛ばしたんですけど、で、それでね、当たったやつがあるんです。はい、その当たったっていうのがね、今、支援武将の足利尊氏につけてる、この専用武器、これ違うやつの専用武器がついてるんですけど、これどういうのがついてるかっていうと、これですね、この田沼意次、こちらの方のね、専用武器が飛んできたんです。でね、これね、田沼意次、性能を見ていったら結構使えるんちゃうかなっていうので、今僕、完全無課金になってるんで、武将を取るんがね、なかなか難しいんやけれど、この武将ちょっと一回育ててみようかなって思ってます。で、まずどうするんかっていうのは、この専用武器はそのまま使うっていうことで、まあここから使うんですけれど、まあこうですよね。田沼意次に専用武器装着してっていうことですよね。で、空いたとこありますよね。空いたとこ、田沼意次、この足利尊氏のとこ、専用武器つけなあかんねやけど、これ、昔と違って、復帰された方、言うときますね。専用武器やねんけど、昔は専用武器はその本人しかつけれへんかったんですけど、今誰でもつけれるんです。だけど、その本人だけの特殊なプロパティは、その固有の武将にしかつかないんですけれど、曲がりでね、例えば、ちょっと見てみましょうか。はい、こちらの方ね、前田慶次についてる、このヨド殿、これのね、専用武器、これはこの本人の専用武器なんで、ダメージ軽減プラス15、これがつくんですよ。これが本人のじゃなくて、本人の専用武器じゃなかったら、このダメージ軽減プラス15っていうのはつかないんです。だからこれちょっと一回外して、で、これね、もう全部外しますわ。これ、ちょっと、見られたらあかんもんが見られてるな。このチャキの紫16が。で、こういう風になっていきますよね。これで、なんか全部外れたんかな。全部外していく。ここもついてへんね。で、こういう感じか。
で、ここも全部外れてる。で、ここも全部ついてない。で、こうなってきたら、ヨド殿を、これもうリセットかけるんですよ。で、今日がね、16日なんで、レベルはそのままでいいんですけど、無料のこれで、ヨド殿をリセット。で、ヨド殿が弱体化するんで、これ後でちゃんとせなあかんねんけど、僕、ちょっと曲がりで、これこんな風になるんですよね。で、これちょっと外して、ここで、計略で、誰かしら使ってないやつ使ってもいいんやけど、猿飛びサスケとかいろいろいますよね。これで、紫この、紫をちょっとね、作っときますわ、ここで。これはね、そんなに、そうやね、この、安藤ぐらいかな。安藤ぐらいで、ここ装着もうつけてたままつけますね。あれこれかな。で、これで、こうやれ。これちょっと見られたらあかんかったね。で、ここで専用武器。これも強化ですわ。ここで36個持ってるんで、これはね、そんな言うほどいらないです。紫ね。これでマックスまで上がりましたね。で、ここで忘れたらあかんのが、武根振らなあかんですよ。武根を振っていって、これで多分そんなに悪くない数字になっとんちゃうかな思うんですよね。これか。安藤が、だいたいこんな感じですね。計略104の、防御が204とか162とか。で、泥の未来。計略105とか。そうやね。こんなもんやね。これやったら、やっぱり、あれやな。こっちとこっち入れ替えとこうか。ここもね、もうちょっとこれを、これかなこういう感じやね。これで、ヨド殿をリセットして、それで、安藤を紫やけど、ちょっと弱体化、ここは弱体化するんです。ということで、ここまでは OK ですよね。誰でしたっけ？田沼意次に戻ります。はい、そしたらね、何が行われてるかっていうのは、最高官職の中納言大納言においては、専用武器覚醒っていうのがあるんです。それを踏まえて上でね、やっていかなあかんけど、足利尊氏の僕専用武器持ってるんやけど、これ未強化なんで、今、ひっぺがしてきたヨド殿、これヨド殿なんですけれど、ヨド殿の専用武器をここにつけれるんです。復帰の方は覚えておいてくださいね。他人の専用武器でも、ここにつけれる武将に。これが新たに変わってるんです。やけど、ここのプロパティ、ダメージ軽減 15%。これは専用武将のみが属性を発動できますっていうことで、さっきつけてたヨド殿だけがこの性能がつけれる。それ以外の武将はつけれないんですよ。やけれど、この専用武器のプラス4は他の武将がつけても強いっていうことなんですね。そこをちょっと僕ね、今回の動画でしたかったんですよね。はい。そしたらですね、この部隊がですね、第4軍って書いてるんですけれど、これが今まで使ってた僕の4軍なんですけど、これの前列、真ん中に足利義政いるんですけれど、これを1軍で使いたいなっていうふうに思ってて、で、どうしたんかっていうと、こういうふうにしてあるんです。これが何が変わったんや言うと、足利義政の場所に田沼意次、これが入りました。いうことで、これ実質ね、どういう風になっていくんかっていうと、こう進化しますよね。進化。
で、覚醒、ここも玉手箱を使っての覚醒ってことで、これで、そうやね、武庫も足りたし、あとは装備と馬と茶器。で、こういう感じですよね。で、副将と、ね、これはね、何がいいんやろ。兵装とかの話までちょっと考えてなかったんやけど、まあ一応武将だけ覚醒しようかなっていう話やったんですけど、まあね、これ攻撃つけて、防御つけて、K つけて、これは 0.6 があるから、これやね。こうやね。あと真髄がなんかいるかっていうことで、こういう感じやね。であと全部ちょっとつけてきますね。はい。そしたらですね、ちょっとつけてきたんですけど、ざーっとしかつけてきてない。余ってたところでつけてきたんですけど、とりあえず、鎧はメーカー中、赤のメーカー中で、まあ、こういう感じですね。計略攻撃とか、まあ、計略防御。で、馬もね、赤の馬なんですけれど、回避が10% っていうことで、まあ、あり余りのもんで作ってきた。で、茶器もね、まあ、とりあえず、計略のこれつけたいんやけど、まあ、普通に防御の方がいいよね。だからまあ、こう性の後で見るんで、副将はね、一応代々の2人つけてきました。この真田幸村もこれ、軍配になっとくと、これも弓の方がええやろしね、もちろんのようにね。で、ここ、強化これ全然振ってないんですよ、副将のとこのこれね。育成ね。全然振ってないんやけど、もちろん武道修練も振ってない。やけど、一応ね、この並走はね、同様にかかったらあかんかなと思いながら、同様にかからないっていう風にしてあります。まあ、同様効かないと思うんやけどね、多分ね。覚醒スキルの方はね。で、まあ、なでしことかいろいろあるんやけど、そうやね。で、さっき見てもらった通り、影の方はつけても、影認証の方つけてて、真髄をね、いろいろつけた方がいいんかなっていうんやけど、まあ、とりあえず突破値を動かしてみようかなっていうのが実質ですね。で、まあ、性能だけね、ちょっとざーっとおさらいすると、連携スキルが、徳川家治、ね、徳川吉宗、で、僕持ってないけど、家祭、ね、家康っていうことで、家康徳川家康、家康ちゃうな、これ。家信って書いとんかなそうやね。でから、性能がですね、天部の方が、計略防御 80%、見破り 30%、扇ゲージプラス1。これ、扇ゲージ多分1やね、この子。あれ、どっか書いてなかったかな。扇ゲージ1やと思うんやけど、こっちか。扇ゲージ1やね。やっぱり、扇ゲージ1やから、すぐ発動できますね。バン回ってきたら。で、ダメージ軽減 25%。で、計略ダメージ軽減 45% ということで、計略にはめっぽう強いですね。まあ、だいたいこの性能で、今見た感じでいくと、物理攻撃が1697。で、物理防御が2327。そうやね、あり合わせの装備とか適当につけただけで2327は優秀やと思います。で、計略攻撃が2648。で、計略防御が4001ってことで、もう4000超えてきてますんで、これはかなり計略に対しては硬い、いうふうに見受けられますね。だから、ダメージ 25%。攻撃的なアタッカーではないから、ダメージ軽減 49%。計略ダメージ軽減 45%。やっぱり計略にはめっぽう強いですね。ただ、物理にはあんまりやばいなっていう風にイメージ受けますね。で、洗脳なんですけれど、覚醒スキルからいきましょうか。覚醒スキル、発動の速さがこうっていうことで、ものすごい速いです。やねんけれどね、これ速くて当たり前なんですよね。っていうのはね、同様に影響されない。ターン開始時っていうか、毎ターンごとで、ターン開始時に動けるんです。で、重列の味方自身を除くに、計略30ほどの防壁効果を与え、これでね、稲葉山の
限定の織田信長とか動くじゃないですか。動かせれるし、なおかつね、課金の、重課金用の山形動かせれるんですよ。この、田沼を築く、この防壁当てることによってね。そういうことができたりもします。あと、上杉謙信頂点の上杉謙信を動かしたり。ありとあらゆるも動かせますわ。限定の年家であったりね。で、物理で言うたらそういう感じですかね。で、もちろんのように奮闘をかけれて、3ターン。で、縦列の味方部隊に、参りを付与ってことで、この参りが入って、で、後に書いてあるんやけど、縦列の味方に銃撃ってことで、参りが入ってからの銃撃やから、3方向に通常攻撃をするから、それが何を意味するかっていうと、朝天武将の島津義弘とかが発動していけるトリガーが、島津義弘のトリガーが発動するんですよ。ここで。この縦列に参りを与えて銃撃を当てるってことでね。これをいろんな武将でできたら、参りが銃撃で何回も行くんですよね。例えばこの田沼意次であったり、あと、重課金者用の重課金をするともらえる柿崎っていう武将いるんですよ。その武将は覚醒スキルを4回発動すると同じようなことができるんですけど、銃撃後列に打ち込んだり、そういう武将と合わせて使っていくと、参りで銃撃、参りで銃撃っていう風になっていって、島津義弘とかが暴れ狂える。で、銃撃島津義弘じゃなくても、通常攻撃が敵に当たっていくと、限定の毛利であったり、いろんな武将、本田忠勝であったり、いろんな武将が通常攻撃によって発動する武将が動きやすくなるっていうので、僕、この武将、ちょっと将来的に使えるかなと思って、これ無課金で手に入るんですよ、この田沼意次って。僕、この間からっていうか、もう今年入ってからほとんど課金してないし、この4月ぐらいからもう全然完全無課金でやっていくつもりなんで、こういう無課金で手に入って、なるだけ夢のある武将がいいかなって思ってやっています。ということで、ちょっと実質ね、今、装備つけて、全部つけていって、でからちょっと戦わしてみようと思います。はい、戦闘始まります。だいたいね、最初にこのキラーが動いて、でから山形が3方向、だから長宗我部が全体攻撃、こういう感じでいきますね。でちょっとターン開始時にならなかったんでちょっともう一回違う部隊と戦いますね。はい、戦闘始まります。まず最初にですね、吉良上野介が戦闘侵入時で後列に防壁および鉄壁、全体鉄壁、不動、梁に巡らしながら参りに入って銃撃で3方向に行ったことにより、長宗我部全体攻撃3回っていう風に打つと思うんです。そうですね、2回で、あともう1回。これで終わると思うんですよね、大概ね。で、こっからターン開始時になったら田沼意次動くんですけれど、その前に毛利が通常攻撃、毛利ってこれどうやったかな。そうやね、味方が通常攻撃でダメージを与えた後っていうことで、そこで毛利が動きますね。で、これ柿崎とかも、この柿崎とかもですね、参りを打てるんですよ。物理攻撃上位味方に、上位2部隊に参りを付与できるんですね。それでから銃撃とかできるんで、これ上位2人言ったら多分山形と長宗我部になるんかな。この柿崎が動き始めたら、参りが山形とか長宗我部に当てれる。で、
まあ最高位になったらこの田沼もいけるんやけど、奥義スキルでもね、覚醒スキルだったらもちろん行くんですけど、これちょっともう一戦ちょっと強い部隊と戦いましょうか。はい、戦闘始まります。これは同じようにね、キラ光介の速が動く前に向こうはあれ、今がいますわ。今がいるからあっちの方が先動いてきますね。そうね、あれ、お正月用の今川ですね。あれが動いたことによって、この奥村スケーモが連動して動いてくるんですよね。これが怖いんですよね。ほんで、今川がまた動いて、奥村スケーモもこのターン2回動いたからもう動けないんやけど、このターンはね。こういう感じですよね。で、貿易がずっと入ってきてますんで、全体に。守ってる方ね。ちょっと思ったようにいろいろできる。ここでやっと戦闘開始ですわ。ね、防壁が後列に3方向行ったことにより、長宗我部がここで3発行く。全体攻撃でね。こう。もう1回。これで、あれね、速さが勝負な。ここでもう覚醒スキルを4回発動したことによって、家康が動いてきましたね。ね、この後ね、まだね、毛利元就が動いてないんよね。これ敵の、ここで4回こっちも動いたから、敵が覚醒スキルで4回動いたから山形が行ったんやけど、挑発で島津義弘に集められてますね。やけど、全体攻撃で長宗我部。で、島津義弘回復。ここで毛利元就。これが通常攻撃。ここですよね。味方が通常攻撃でダメージを与えた後、追撃。っていうことでね、これ素晴らしく優秀なんですけどね、この毛利もね。ね、長宗我部。これ、兵力回復していくんですよね。長宗我部ってね。これね、この武将の性能も回復するんやけど、僕、潜髄で、つけてるんですよ。これね、攻撃回復。だから回復していく。毒食らってても。回復する。こういうふうに、ちょっと田沼興津がね、思ったより動かないんですよ。なんでか言ったらね、ターン開始になってないからです。これまだターン開始じゃないんですよ。一番最初に動いたんは、相手の今川義元が、バフが付与することによって、神髄のバフが付与することによって、戦闘開始時よりも先に動く。で、やっとこそ僕のキラーが動いて反撃な試みたんやけど、まだこれターン開始時なってないです。まだまだ全然ターン開始時なってない。だから田沼興津出番なしなんですよね。で、これでいくとね、義政の方がやっぱ手が早いんかな。これでいくとね、こういう風に戦闘が始まる前にどんどん動いていくんでね。これ回復しますよね、義弘が。で、回復して毛利がいって、ちょっとダメージ的な量が与えられへん。結構防御力固めてあるんで、義弘。でも相手はもうこれ奥村助右衛門と義弘やから、攻撃力がほとんどないんですよ。回復力はあるけど。で、ボーンと来て、そうやね、もうちょっと長宗我部火力上げた方がいいかな。ということで、ちょっと次行きましょう。これちょっともう無理やわ。はい、これはね、元の4軍とちょっと戦おうと思います。だからこれ違うのは、田沼興津と足利義政が違うだけ。これでもね、足利義政の方が僕一軍に連れて行きたいぐらいの武将なんで、多分ね、これ守ってる方が強いと思うんですよ。違うのはだから足利義政と田沼興津が違うだけ。で、こうやって戦闘侵入時でこうやって動き始めたんやけど、田沼興津がターン開始時に動くんやけど、まだ一回も動いてないんですよ。今この動画撮り始めてからね。これ攻めた方が圧倒的に有利やね。これ田沼興津ちょっと出番がないまま終わってるんやけど、銃撃でね、銃撃っていうか銃撃で田沼
で動かしたんやけど、長宗我部これ同様で止まってしまうと、今暗部で消したんかな。これ自分で消しましたね。これね、どこに書いておうかな。自分で暗部か沈部で今消したと思う。同様沈部やね。沈部って書いておうわ。これ沈部で消してくれたらいいねんけど、この銃撃が田沼とかからの銃撃がね当たっても同様で止められてたら覚醒スキルは打てるんやけど、奥義スキルっていうか銃撃の突撃はできないんで、通常攻撃は。だから田村意次がまだ動かないですよね。これはちょっとあれやな。もう一歩。すいません。ちょっと一軍引っ張り出してきました。これの方が手が早いんよ。一軍の方が。初姫おるからね。初姫おるから手が早いんやけど、これ多分どれが動くんか。今川が動いて、今川動いたら松平が連動で動いて、連動で動いたら時政が連動で動く。で、時政が動いたら、次倒したことによって牧の方が同様でも沈黙でも今回止まってないんで、ここで弾け飛びますわ。で、それがもし生き残ったとしても木下藤吉郎が行くんで、そうやね、これ今回ちょっと田沼意次がターン開始時に動くっていうのが動けないんで、パイセンにちょっとお出ましいただかなあかんかなっていう感じです。これ、牧の方の独壇場になるでしょう。ちょっとすみませんね。パイセンに行かさせていただきます。はい、そしたらね、よきよきチャンネルのよきよきさん、いつもお世話になっております。また勝手に無許可なんですけど、ちょっと突撃させていただきます。田沼意次のちょっと性能が見たいなっていうので、まだターン開始時にならないんですよ、一回も。ターン開始時の戦いで田沼意次動く前に勝敗が決まってるんで、これで行かしていただくと、まあ間違いなくどっちが早いんかな。これどれがおるんかな。今がいますね。今川がいるから、あっちの方が早動いたね。頼みの長宗我部がこっちにいましたね。これはもう強力やな。強力。まだ田沼生きてますよ。田沼生きてるんやけど、これで4回動いたことによって、山形動いたんやけど、これはあかんな。田沼意次が何もできる前に終わってるな。それで、この今川義元の火力がものすごい高く合ってるな。これあれやな。あれがおるんちゃうかな。早川殿が。気絶で止められとったね、僕の毛利が。これ何もできる間に終わりましたわ。ターン開始時をちょっと見たいんやけど、はい、すいません。いつもながらですね、無許可になるんですけれど、突撃させていただきました。なるだけね、ターン開始時の田沼が番が回ってこないんで、動かれないんですけど、銃撃部隊でこれで止められたらもう全く動かへんようになるんちゃうかなと思いながら、秀光出てきて、ここで見事に落ちんできてる。これ最初にね、吉良上野介が、鉄壁と不動かけてるんで、これだけまだ耐えれたんですよ。不動がかかってたからね。でもこれもう全く動かない。はい、戦闘始まります。これ僕の2軍との戦いなんですけれど、そうやね、攻めてる方が今作った部隊なんで、そうやね、戦闘侵入時、吉良上野介がまず後列防壁かけて、で山形が防壁が当たったことにより参りが入って銃撃で3方向で3方向行ったことによって次長宗我部動いてくるんかな。その前に受け止めが発生してたら妙久とか秀吉動くんやけど、受け止め発生してないんですよね。でここで長宗我部が1回行って3回行くはずなんですよね、これね。その前に妙久が受け止め発生してますね、どっかで。秀吉がこう守って妙久行ってだからここの時点でも受け止め2回は発生してますよ。これ3回とか受け止め3回発動してますね。で、こういって、これ4回発動してますね。
こういう感じですよね。ほんで、4回覚醒スキルが発動、妙気が動いたことによって、山形に防壁、でから3方向行って、でから、これはね、これで、前田慶次が、自軍10回覚醒スキル、攻撃を受けたことによって、前田慶次、ダブルケージ発動ですよね。で、秀吉でケージ隠しながら、そうやね、ちょっとやっぱり力の差がありすぎますね。強化して、ここね、4回覚醒スキル打ったら、掛崎動くんですよね。掛崎は動くから山形が動く。だから長宗我部が全体攻撃。これで1回目ね、今反転かかっとったんやけど、反転が、沈部によって、長宗我部自分で覚醒スキル1回打ったら沈部で外せるんですよ。だから反転外したんですけど、後が続かないんですよ。ここでね、全体攻撃したことによってね、長宗我部が。受け止めが発生してくるんよね。だから、相手のターンになるんですよ。秀吉も妙喜もスキル打つ速さが速いんですよ。こうなんですよね。だから速いんですよね。あとこういう感じか。だからこう、田沼意次、そうですね。今これちょっと反省点的に言えるともう今倒れたんやけど、実質で頭で覚えてるよりね、このターン開始時に動くんやけど、思った以上の強さを発揮できないっていうのが結論ですね。今回の総括的にいくと、田沼意次、覚醒してちょっとお披露目しようと思ったんやけど、今んとこ僕まだこの使い方っていうかね、なかなかこれ、実践で使えるようになるには、なかなか難しいですね。ハードルが高い。ということです。ということで本日はどうも最後までご視聴いただきましてありがとうございました。